コンケイクです。今回のテーマは、自信を持てないあなたへです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、ヘキサグラムスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それでは、それぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。そうですね。全体的なものを見ますとですね、あなた自身が自分の気持ちよりもですね、周囲の人を優先してしまう。その自己犠牲のところの部分がどうしても自分のですね、自信のなさにつながってしまうっていうところがあるんですけれども、これからですね、ご自分にとってより良い運気っていうのが回ってきますので、もしよろしければですね、その時にご自分をまず優先するっていうことをですね、考えながら進んでいってほしいなと思いますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。まず過去ですね。こちらが、つるされ人の逆位置ですね。はい。あなた自身がですね、誰かの期待に応えようとした生き方をされていた。そうですね。周りの人たちが望むままに演じると言いますかですね。そういったことで、本当のあなたっていうのを出すっていうよりは、やはり他の人たちが期待する、そういったあなたのままでいて、苦しんでらっしゃったのかなっていうところがありますね。そしてそういったことがあるので、人間関係においてご自分を犠牲にしがちなところがあったのかなと思いますね。本当は嫌だけれども、他の人たちのためにと思っていろんなことをやってきた。そうなってくるとやっぱりすごく心は苦しいと思うんですよね。きっといろんな人に感謝はされると思うんですけれども、ですね。そうだけれども、あなたのその優しさとか自己犠牲の精神ゆえに、だんだんと心っていうのはですね、沈んでいったのかなっていうとこがありますね。はい。では次が現在ですね。ペンタクルの2の逆位置ですね。はい。現在もバランスの悪い状況ですね。はい。様々なものを抱え込んでいらっしゃるっていうことなので、そうですね。責任のあることだったりですね。人から任されているもの、そういったものですね。本当はあなたが全部抱えるべきではないのかもしれないんですけれども、それを抱え込んでしまっているから、そこでまた疲れてしまうのかなっていうところがありますね。そうですね。やっぱり無理をしがちなんでしょうね、あなた自身が。っていうのがやっぱり、どうしても人からよく見られたいっていう気持ちはあると思うんですけれども、よく見られたいっていう気持ち自体は悪いことではないんですけれども、それによってですね、あなた自身が何でもかんでも人のためにやってしまう。そうなってくると、やっぱりですね、周りの人からの評価っていうのは高いと思うんですよね、その分。それとは別にやっぱり利用されやすいっていうところもありますし、そうですね。苦しみっていうのはどうしても募ってまいりますよね。それで自分はこのままでいいんだろうかっていうですね、不安にもなりますし、ですね。やっぱり他人からですね、
ありがとうとか、そういう評価をいただけるっていうことは、ある意味、自分自身の、自信につながってるように見えるかもしれないんですけれども、結局ですね、自分自身を肯定できていないっていう状況になってくると、自分の自信っていうのが心からできているわけではないっていうことなんですよね。他者からの承認によって得ていく自信っていうのがですね、どうしても削れていってしまう。だからこそ自分は自分でいいんだっていうふうにですね、思えることが大事なんですけれども、それがですね、うまくできないままになっている。そして、周囲の方たちに任されたことをいろいろやって、そして自分自身を犠牲にしてしまっているっていう状況ですね。はい。はい。ではですね、現在の状況であなた自身の状況っていうのを話したんですけれども、より深く見ていくとですね、はい、ソードのエースの正位置ですね。そうですね。今ですね、いろいろと抱え込んで苦しんでいらっしゃるっていうことなんですけれども、今の状況っていうのは行動を起こすべき状況っていうことにもなっておりますので、そうですね、できないところはですね、もう捨ててしまうっていうことが必要なのだと思いますね。はい。今こそあなた自身がチャンスだと思ってですね、やらないことはやらないと。で、やるべきことはやるというふうにですね、しっかりと行動をしていくことが必要っていうふうになっておりますね。意思を見せることが必要っていうことですね。その困難を乗り越えるっていうことなので、例えばですね、それで周囲の方たちが、こんな人なんだとかですね、評価が落ちたとかそういう感じで考えるかもしれないんですけれども、それっていうのはですね、勝手な感情ですよね。あなたに勝手に期待を押し付けていろんなことをやらせてきた。それでですね、がっかりしたって言われてもですね、それはすごく自分勝手ですよね。なので、あなた自身が人間関係で辛いって思うかもしれないんですね。ただそれで利用する人っていうのもだんだん減っていくので、それを乗り越えればですね、ちゃんとですね、あなた自身により良い方向に行けるっていうことですね。人間関係もですね、健全な人間関係を築いていけるっていう風になっていくと思います。はい。はい。では次が未来ですね。こちらがワンドの4の正位置ですね。はい。ほっと一息つくことができます。そうですね。いろいろとお辛い状況だとかですね。どうしても自分の中でモヤモヤしてた状況が続いていたと思うんですけれども、未来ではそこを安心してですね、休むことができますよっていう風になっておりますね。はい。自分らしくいられる場所やしがらみから解き放たれる、そういったところが見て取れますね。はい。あなた自身の心が自由になっていくんだと思いますね。そうなっていくとですね、自分らしくいられる場所にいられるっていうことなので、あなたの自信というのはですね、少しずつ回復していくのかもしれないですね。あなたのままでいいっていう、それを肯定されるっていうことですからね。そうですね。あなたを優しく包み込んでくれるような、そんな道が開かれていると、そういうイメージが湧いてきますね。はい。はい。ではですね、その未来で周囲がどうなっていくか。これはですね、力の逆位置ですね。はい。やはり身勝手な方がいらっしゃったっていうことですね。そういった方たちにもやっぱり利用されていたっていうところがあったんですけれども、そういった方たちっていうのがだんだんと力が弱まっていきますので、あなた自身を手放すような感じって言ったらいいんですかね。もう必要ないやっていう風になってくる。もう自分の利用ができないならいいやっていう感じになってくるので、そうなってくるとあなたにとってはすごく都合がいいと思います。はい。その人はあなたを好いていて、あなたにいろんな頼み事をしていたわけではなくって、使えるだとかですね、便利だからあなたを利用していたというところがあるので、そういった方がですね、あなたを支配するっていう
利用する、操作する、そういったところがですね、なくなっていく。力が弱くなっていきますのでですね。はい。そうなっていくと、あなたの元から離れていくっていう風になっていくと思いますね。そしてその人はまた自分が利用しやすい人たちのところに行ってしまうんでしょうね。そうですね。そういう方っていうのはやっぱり嗅覚があるっていうんですかね。利用しやすい人のことを見つけやすいっていうのがあるので、あなたがそういったですね、ことがなくなっていくっていうことですね。それをその人は嗅ぎつけて、もう離れていく。もう利用しないっていうことになっていきますね。そうなってくると、やっぱりあなた自身、先ほど言ったような感じで、しっかりと安心した場所に進める、安心した場所にいられるっていうことになると思いますね。はい。はい。では、最終結果がどうなるかというとですね、戦車の正位置になりますね。はい。トントン拍子に成功していきます。見事な勝利を収めることができます。はい。そしてですね、あなたに有利になるように解決ができますよっていうことですね。はい。これまでですね、頑張ってきたこと、それ自体は無駄なことではありません。はい。それがきっとですね、今後の成功につながっていくことは間違いないですね。そして、何かトラブルがあってもですね、あなた自身にちゃんと有利になるようにできるっていうことなので、たとえ今後ですね、何かしらあったとしても、あなた自身の良き方向にですね、向かっていけるっていうことですね。はい。戦車ですからね、やっぱり勢いがついてますよね。あなたの、その、自信のなさをなかなか回復するのって難しいとは思うんですけれども、それとは別にですね、あなた自身がどんどんと運気が良くなっていく、進んでいくっていうことなので、それによってですね、後から自分の自信っていうのはついていくっていう風になっていくのかなと思いますね。先に成功していくっていうことがあるっていうことですね。はい。あなた自身のいろんなところでですね、勝てるっていう風になっていくとですね、自分への自信っていうのはだんだんついていくと思いますね。はい。はい。それではですね、助言の方ですね。はい。カップの5の逆位置ですね。こちらがですね、おじけづかないで大丈夫ですよという風になっておりますね。はい。あなたの過去の傷や苦しみから回復する道が開かれています。そうですね。はい。やはりですね、いろんな、あなたのその犠牲になってきた心だとかですね、思いだとか、行動ですよね。そういったことでですね、やっぱり今後ですね、自分はどうなっていくのかとか、怖いですよね。未来はどうなっていくかなんてわからないですからね。だけど、今見てる限りだと、ちゃんとですね、あなたが安心して進めるようにはなっておりますので、まずは怖がらずに先へ先へと進んでいってほしいなと思いますね。そしてですね、あなた自身の今まで傷ついてきたこと、そういったことはですね、だんだんと回復していくっていう風になっております。それはですね、あなた自身が成功していくことで回復していくのかもしれないですし、それとは別にですね、今まではいろんな人たちが集まってきて、時にはですね、嫌なこともされてきたと思うんですけれども、そういったことがですね、だんだんとなくなっていって、健全な人間関係を築いていける。そういったところでですね、回復していくのかもしれません。そうですね。環境ももしかしたらですね、あなたに良い方向に行くのかもしれないですし、まずはですね、あなたの回復ができるっていう道がありますよっていうことをですね、覚えていてほしいなと思いますね。はい。はい。では、オラクルカードですね。こちらが楽園です。楽園へようこそという風になっておりますね。はい。まさにですね、今からは楽しいことが待っておりますよっていう風になっております。明るいですね、色が
ありますけれども、そういったパラダイス、あなたにとって楽しいこと、嬉しいこと、海に飛び込むような感じでですね、もう思い切って行ってしまいましょうっていう感じですね。はい。あなたにちゃんとですね、楽しめる、あなたの自信がつく未来が待ってますよっていう風になっておりますね。はい。そうですね。あなた自身のですね、優しさとか気遣いとかそういったことをですね、どうしてもつけ込む人っていうのは必ずいると思うんですよね。そしてですね、調子よくですね、褒めてきたりとかですね、する。それによってあなたが認められたっていう風にですね、思ってしまう。それ自体はですね、別に悪いことではないとは思うんですよね。そういったことでですね、自分に自信がついた気がするっていうこと、そういったこともあると思います。ただですね、先ほども言いましたように、やっぱりですね、利用してくる人たちがいる。その人たちから離れられるっていう今後になっておりますので、そこから離れていくとですね、あなた自身のその自分がやったこと、自分の優先するべきこと、そういったことでですね、どんどんと勝っていけるっていう風になっていきますので、そこで自分が自信を持てるっていう風になっていくんだと思いますね。はい。よかったです。今後はですね、あなた自身、やっぱり不安なこともあると思いますけれども、進んでいきましょう。そういう風に考えていっていただければ嬉しいです。はい。では、以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。あなたの場合ですね、そうですね、人間不信っていうところから自分の自信もですね、失ってきてる状況なのかなっていうところがありますね。はい。ただ、本来ですね、ご自分の力がかなり強くて、自分でいろいろと成し遂げられる方っていうのがあるので、もっとですね、その部分に自信を持って進んでいただくといいのかなというところがありますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。まず、過去ですね。はい。月の正位置になりますね。はい。ここっていうのが、そうですね、人から騙されていたっていうところがございますね。そうですね。いろんなことが考えられますけれども、月の怪しい光に照らされてですね、あなた自身が迷わされていた状況なんですかね。そうなってくるとやっぱり自分の気持ちっていうのも不安定になってきますし、それで、その人が騙していくことで、あなたがその人を信頼していたっていうところがあるんでしょうね。だからこそ騙されてしまった。そうなってくると、周りの人たちをどう思っていいのかわからなくなっていく。不審に思っていきますよね。そこがですね、ご自分の中でだんだんと自信のなさにもつながっていったのかなっていうところがありますね。はい。はい。では次、現在ですね。ワンドのエースの正位置ですね。はい。そうですね。過去とはですね、打って変わってですね、今からはいろいろとやるぞっていう気持ちになれる時ですね。はい。スタートです。はい。今から始めることがいろいろできますよっていう風になっておりますね。ぜひですね、いろいろと挑戦してみてほしいなと思いますね。やりたいことに向けてですね、しっかり進展するっていう風になっておりますので、あなたが、続けたいこと、したいこと、そういったことをですね、ちゃんとですね、身になる、ご自分の中で一つずつですね、しっかりと掴むことができるっていう感じで考えていただくといいと思いますね。そうなっていくと、そうですね、その自分の中の成功体験っていうのが増えていくっていうことになりますので、それだけでもですね、やはり自分の中の自信っていうのはだんだんと回復していくような感じですね。はい。はい、そしてですね、あなたの状況なんですけれども、こちらがソードのエースの正位置になりますね。はい。そうですね、現在のあなたの状況っていうことなので、前のカードと被る部分もあると思うんですけれども、
そうですね。やはりエースが続いておりますので、始まりっていうところがかなり強いんだと思いますね。はい。そしてですね、やりたいことをご自分でしっかりですね、成し遂げられるとき、ですね。自分のその表の感覚っていうのはですね、まだどうしようかなって悩んでるっていうところがあるかもしれないんですけれども、奥深くではですね、しっかりと心は決まっている状況、それをやりたいっていうふうにですね、考えてらっしゃるのではないかなと思いますね。それでですね、それを進むことっていうのはですね、いいと思います。しっかり前に向かって進んでいっていただいて、ですね。やはり、一番最初のカードっていうことを2枚も出てますからね。そういう点ではですね、今こそ始め時っていうことで間違いないんだと思いますね。はい。ぜひですね、進んでいってほしいなと思いますね。そうすることで、新たな着手したこと、やり始めたことっていうのがですね、花開いていく。はい、そういう風になっていくと思いますね。では次、未来ですね。はい、こちらがどうなっていくかというとですね、塔の逆位置になりますね。はい。衝撃的なことや破壊的な状態が終わるという風になっておりますね。はい。そうですね。過去のですね、あなた自身がひどい目にあった、そういったものがですね、今後の未来ではですね、しっかりとけじめがつけられるって言ったらいいんですかね。そういったところだと思いますね。人間関係の清算だとかですね。あるいは、もう、その問題自体がしっかり解決していく。どちらにせよですね。あなたのその苦しみっていうのがですね、なくなっていくのかなっていうところはありますね。そしてその中で手放す必要があるものっていうのが出てくる。はい、そういう風になってますね。物質的なものなのか、精神的なものなのか、そのあたりですね、これだけでは判断がしにくいところはあるんですけれども、それをですね、しっかり手放す、必要があるっていうことなので、もう、あなた自身が望む望まないにしろですね、結果的に手放してるっていうことにはなっているのではないかなと思いますね。はい。そうですね。それで、あなたにとって良い方向に行くのであれば、それが一番なのかなとは思いますね。そうですね。やっぱり、ショックな出来事があった後っていうのはですね、傷が深いっていうのもありますので、それがですね、だんだんと癒えていくっていう形にはなっていくんだと思いますね。はい。ですね。しっかりですね、前に進んでいくことができますよっていう風に捉えていただくといいかなと思います。はい。はい。では、周囲ですね。カップのクイーンの逆位置ですね。はい。そうですね。お辛い経験があったからこそ、心を開けない人が多いっていうことはありますね。もしかしたらですね、あなたとしっかりと仲良くできる人も出ていらっしゃるのかもしれないけれども、完全に心を開くとですね、また騙されてしまうんじゃないかとかですね、そういう思いっていうのはどうしても出てきますよね。それはしょうがないと思いますね。あなた自身のそのお辛い経験をですね、乗り越えられるほどですね、やっぱり、まだまだ道のりが遠いところはありますので、そうですね。ただそのお辛い状況になっていった、そのショックの出来事っていうのは、しっかりとですね、未来で終わっていくっていうことなので、その周囲の方っていうのもだんだんと変わっていくのかなっていうとこはありますね。そしてですね、その周囲の方に多いのが、意見を言わなかったり、はっきりしない方が多いっていう、そういうところがありますね。あなたがどちらかというと、しっかりと自分でいろいろとできる力が強いっていうことなので、意志が強い方なのかなと思うんですよね。そうなってくると、やっぱり優柔不断な人たちっていうのが、なんでこれがしっかり言えないのかなっていうふうに考えてしまいますよね。そうですね。そういう方たちも結構いらっしゃるっていうことでですね。そういう人たちと付き合っていく上でですね、どの程度その意見をすり合わせられるかっていうところは重要になってくるかなと思うんですけれども、あなたがその方たち
と関係性を築かなくても大丈夫だと思うのであれば、もうそのままですね、関係性を紡いでいく必要はないとは思いますね。ですね。本当はですね、心を開いていって、お互いにですね、お話ししていくっていうことが必要なのかもしれないんですけれども、まずはご自分のことを優先していただくことがいいのかなとは思いますね。周囲は後っていうふうに考えていただくといいと思います。はい。はい。では最終結果ですね。はい。ソードのナイトの聖示ですね。本気で取り組めば目標に向かって着実に努力することができますというふうになっておりますね。はい。そうですね。あなた自身ですね、いろいろとちゃんとご自分の力でですね、得るものがたくさんあるっていうことなんですけれども、その中でもですね、ちゃんと本気で取り組もうと思う、その気持ちが大事っていうことですね。そしてその中で情報収集が鍵っていうことになりますので、しっかりですね、自分のやりたいことのために調べ物をする必要はあるのかなと思いますね。例えばそれを知ってらっしゃる有識者の方、知ってる方だったり、インターネットとか本とか、とにかく自分で調べられる範囲のものだったらいいんですけれども、情報をいろいろと得ることでまた自分の視点っていうのが変わっていくのかなと思いますね。はい。そうですね。確実にあなたの目標には向かっていけますよっていう風にはなっておりますので、こちらも安心いたしましたね。そうですね。あなたにこう勢いがあるんでしょうね。走っていくような感じがしますので、進んでいけるっていうことはやっぱりいいことですからね。停滞したままになってしまうと、結局そこがまた自分の自信にならない。ですよね。はい。だんだんと落ち込んでいってしまうということになるので、あなたの得ること、そういったことによって、だんだんとご自分にも自信がついていくのかなと思いますね。はい。では助言ですね。戦車の逆位置になりますね。はい。自分の気持ちを制御してくださいという風になっておりますね。はい。そうですね。先ほど本気で取り組むっていうことを言ったと思うんですけれども、その気持ちっていうのは大事です。ただ、その勢いをつけてしまいすぎる。自分のその気持ちだけで進んでいってしまうと、いろいろと暴走してしまうっていうことなんだと思いますね。はい。さっき言った情報収集が鍵っていうのもそういうところにつながってくるのかなと思うんですが、やっぱり知識とか頭で考える。そういったところも大事ですね。はい。あなたの情熱だけでですね、動いてしまうと、結果的にですね、得られるものが少なくなってしまうので、しっかり調べる、考える。そうですね。そういう冷静な思いっていうのも必要だっていうことですね。はい。そしてその中で周囲を見て状況判断をしていくことが必要ですっていう風になっておりますね。まずはあなた自身を優先する。それはもう大事なんですけれども、あなた自身の周りの人、そういった人たちの状況っていうのをですね、見ながら自分が進んでいくっていうことも一つの方法として大事っていうことですね。一番はですね、やっぱりご自分を優先することが一番なんですけれども、その中で、周りの人たちどうかなっていうふうに、ある程度の歩幅を合わせていただくっていうことは大事なのかもしれないですね。そのあなたの強い気持ち、そういったところ、力ですね。そういったところで影響されて、一緒にですね、協力してくださる方も現れるかもしれませんので、あまりこう勢いのままに突っ走らないようにっていうことで、考えていただくといいかなと思います。はい。では最後、オラクルカードですね。はい。こちらが旅ですね。そろそろ他の場所で起こっていることを見に行ってみましょうというふうになりましたね。はい。あなた自身ですね、今後は嫌なことだったり辛かったことをしっかりですね、終わらせることができるっていう風にはなっておりますので、
やりたいこと、新たなこと、そういったことを進むためにもですね、ご自分の心の旅ですね。精神的な面でも前に向かっていきましょう。いろんな挑戦をしてみましょうっていうことだと思いますね。はい。そうですね。全体的なものを見ますと、やっぱりあなたのその力っていうのはかなり強いんですよね。そうですね。やる気自体はすごくある。ただ、過去の経験からいろいろと進めない状況になってしまっていたっていうところがあるので、ぜひですね、現在何かしたいなって思ってらっしゃること、奥底ではやりたいと思ってるけれども難しいんじゃないかって思ってること、そういったこともですね、ちょっとずつチャレンジしていってほしいなと思いますね。確実にあなたのためになるっていう風に出ておりますので、よろしければですね、こちらの方に参考にされて、あなたのですね、自信をつけるためにもですね、進んでいってほしいなと思いますね。はい、以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。そうですね、あなたの場合はですね、健康だったりですね、ご自分の気持ちで絶望するようなことがあったりとかですね、今までがですね、とてもお辛い状況だったっていうところが感じられるんですけれども、今後はですね、人が羨むほどのですね、幸せを手にすることができるというふうになっておりますので、そこでですね、自信を取り戻していただけたらなと思いますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。こちらが、ペンタクルの5の正位置ですね。はい。健康の面でですね、いろいろと問題を抱えてらっしゃったんですかね。大きな病気とも限りませんけれども、いろいろとですね、体調の面でお辛い部分があったのかなっていうところですね。それに限らずですね、損失だったりですね、絶望を抱えるようなこと、孤独を感じるようなこと、そういったですね、ご自分にとってですね、耐えられないような出来事っていうのがたくさんあったのかもしれないですね。そういったところから、やっぱりそんな思いをずっとしているとですね、どうしても自分の自信っていうのはすり減っていきますよね。自分はこれで大丈夫だっていうふうにですね、だんだん思えなくなってしまうっていうところがあると思いますね。本当にお辛い気持ちっていうのが感じられますね。そうですね。スノードームの中に雪が降り積もってですね、そこで寒さを耐え忍ぶというか、本当はもう耐えられないんだけれども、そうするしかないというような感じだったんでしょうね。はい。では現在がどうなるかというとですね、こちらがペンタクルのページの逆位置にですね、はい。やるべきことを先送りしがちな時っていうことでですね、あなたが本来だったらやらなきゃなって思ってらっしゃるとは思うんですけれども、だけどなんだか足が動かないというか、そういったところでですね、先送りをしてしまう。それで時間を無駄に使ってしまって、そうですね。例えば、本当はこれをやらなければいけないけれども、ついついツイッターを覗いてしまったりとかですね。そういうのでもあると思うんですけれども、そうですね。私もありますね。やらなきゃって思いつつですね、どうしてもなかなか着手できないとかですね、そういうことはあると思うんですが、ただですね、あなたの場合は、もしよかったら、今、やるべきことをやってほしいなっていうのがですね、あなたの状況の方にかかってくるんですけれども、はい、そうですね。こちらがですね、世界の正位置になるんですね。はい。人が羨むほどの幸せを手にする最高の結果を出せる時っていう状況なので、今ですね、やる方があなたにとってはすごくいいことなんですよね。そうですね。どうしてもですね、腰が上がらないとかですね、他のことを
どうでもいいことをやってしまうとかあるかもしれないんですけれども、絶対に最高の結果を出せるっていうふうにですね、思っていただく。もしくはですね、やる気が出なくても、まずは行動するっていうことが大事なんですね。やる気っていうのは後からついていくっていうことが結構言われてるんですよね。なので、まずはやる気がなくても動いてみる。あなたがしなければいけないことをやってみる。そうするとだんだんとやる気とかですね、情熱に火がついてくるような感じになってきますね。はい。それでですね、進んでいくと、そうですね、それだけですね、スムーズにやっていけるのではないかなと思うんですよね。そしてですね、あなたにとってより良い結果が待っているっていうことになりますので、そうですね、今足を止めてる場合ではないっていうことだと思いますね。できればですね、前に進んでいってほしいなと思いますね。はい。やりたいこと、やるべきこと、やってみてほしいですね。はい。では、未来がどうなるかというとですね、はい。こちらは皇帝の正位置ですね。はい。実力でですね、一目置かれます。そうですね。あなたの力っていうのがですね、しっかりとですね、周りの人に評価される。はい。そしてその中で揺るぎないポジションを築くことができるっていうので、もしかしたらですね、その辺で、お仕事とかだったらですね、上に上がるっていうことも可能性もありますね。お金のこととかだと昇給とかそういうこともあるかなと思うんですけれども、何にせよですね、あなたがいないとっていうふうにですね、だんだんと人から大事にされていくと言いますか、必要とされていくような位置にあなたが置かれるっていうことですね。はい。そうするとですね、精神的ゆとりも出てまいりますので、その中でですね、あなたの自信っていうのもですね、だんだんとついてくるのではないかなと思いますね。はい。そうですね。皇帝ですからね。力強く、大きな地位を築くっていうこともできるかもしれないのでですね。頑張ってきてよかったなっていうふうに思える結果につながってくると思います。はい。ですね。よかったです。本当にですね、過去がもう寒々しい、本当にしんどいっていう気持ちがあったので、こうやってですね、しっかり、玉座の上って言ったらいいんですかね。そういったところに堂々と立ってるですね、ユニコーンさん。これはあなた自身だと思うんですけれども、こういうお姿を見るとですね、すごく安心しますね。はい。あなた自身が今後はですね、揺るぎない地位を築いていかれる。そしてですね、周りからも評価されていく。そしてその中で、あなたの今はないかもしれない自信っていうのもですね、しっかりと取り戻せるっていう風になっていくと思います。はい。では、周囲の人がですね、どういう人なのか。これはですね、未来の方で繋がってくる方だと思うんですけれども、ペンタクルのエースの正位置になりますね。はい。将来のですね、経済的なチャンスの扉を開く人物と出会える可能性があるということで、そうですね、この人と出会うことがすごく大事ですね。あなたの金銭面ですね。そういったところからもしっかりとですね、得ることができるような人。これはもう完全にコネクションって言ってもいいと思いますね。その人とのご縁があなたに様々なチャンスをもたらしてくださる。ですね。なので、この人と一緒にですね、いろいろとやっていくっていうことは大事かもしれないですね。そうですね。あなた自身がいろいろとですね、いろんな人から注目されるっていう未来になっておりましたので、その中であなたにいいかなっていう感じでいい話を持ってくる方がいらっしゃるかもしれませんね。そういった方とですね、しっかりとお話ししていくっていうことは必要だと思いますので、もしそういう人たちとですね、お話しする機会がありましたら、はい、あなた自身も話を聞いてみる。そして、しっかりとご縁をつないでいくっていう風に動いていってほしいなと思いますね。はい。では最終結果がどうなるかと言いますと、バンドの3の逆位置ですね。はい。
そうですね。未来がですね、とにかくあなた自身にとってすごく良い時期っていうのもあるので、その中でですね、予想通りにいかない辛さっていうのは、その後どうしても出てくると思うんですよね。うん。ただですね、これっていうのは、その良かったことがあったからこその辛さっていうものがあるので、過去のその絶望的な状況とはまた違うものだと思いますね。はい。ですね。なので、こういう時なんだっていう風にですね、切り替えていただくと動きやすいと思いますね。そしてですね、やるべきこと、やらなければいけないこと、そういったことがですね、延期になりやすいっていうところもあるので、そこもですね、前とは違うとは思いますね。あなた自身がやらなきゃって思うけれども、なんかめんどくさいなとかそういう感じではなくって、外部的なものの延期っていうことになるので、そこはですね、おとなしく待っているっていうのでもいいと思いますね。はい。もしくは、ご自分から動いてみて、その延期になったことっていうのを早めに進められないかっていうふうにですね、声をかけてみるとかですね、外部的なものでしたらですね、はい。そういうふうにしていくのもいいかもしれませんね。しっかりとですね、あなたに肯定の力っていうのがついてきておりますので、最終結果でですね、今、これでうまくいかないのかっていうふうに思わずにですね、その力を味方につけて、テキパキと動いていただく、そういう風にしていただくといいのかなと思いますね。はい。では助言ですね。こちらはソードの9の聖地ですね。はい。後悔する前に気づいてくださいという風になっておりますね。はい。これはですね、現在のところに入るのかなと思うんですけれども、あなた自身が、やりたいこと、やるべきことっていうのを、どうしても放っておいてしまう。そういう風にしてしまうと、せっかく今の状況であなたは幸せが手に入るかもしれない。最高の結果になるかもしれない。そういうところがですね、後でですね、悔やんでもどうしようもないっていうところがあるので、そうですね、しっかりですね、やるべきことはやっていきましょうということですね。はい。それから、あと少しの辛抱ですよっていう風にも出ておりますので、あなたのそのお辛い気持ちだとかですね、自信を持てないこと、そういったところとはですね、だんだんとお別れしていくことになります。はい。きちんとあなたに自信がついてくるような、とても良い結果が待ってますよっていうことなので、はい。そこをですね、しっかりと考えていただいて、前に進んでいただくっていう風に動いていただくといいと思いますね。はい。はい。では、オラクルカードですね。こちらが直感になります。自分を信じて自分の声に耳を傾けましょうという風になっておりますね。はい。そうですね。自分がやりたいこととかですね。そういったことにはですね、ちゃんと耳を傾けましょう。はい。そして、自分はこれをやりたいんだと思ったら、そこからすぐに動いていく。ですね。やる気は後からついてくると考えて、まず動く。はい。そうすることで、あなたの輝かしい未来っていうのは待ってますよっていうことですね。はい。そうですね。まずですね、やはりお辛かったなっていうところがありますので、なかなかですね、そういった辛かったことっていうのは心の傷っていうのは言えないと思うんですよね。ただ、それでもですね、すごくあなたは頑張り屋さんなんだなっていうところは、その後のですね、未来とかでも出てくるような感じを見てても思うのでですね。はい。そうですね。今はちょっとですね、やりたいけどっていう風に、停滞してる部分もあるかもしれないんですけれども、やってみましょう。はい。それでですね、得られることの方が多いっていう風になっておりますので、できればそれで進んでいって、あなたのですね、はい、揺るぎないポジション、しっかり築いていってほしいなと思いますね。はい。それではよろしければこちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。
それでは、おつけいくでした。